一番頭が良いのは何歳でしょう。親善試合でその答えがわかるかもしれません。明日は毎年恒例の頭脳コンテスト。2人1組で10チームが脳トレ、雑学、パズルなどの10種競技に挑むんだ。僕は1年間訓練してきた。一番頭が良くて能力のあるチームメイトが必要だ。候補は厳選してある。まずはガブリエラだ。まだ8歳だけど見くびれない。2カ国語を操り、独創的な考えを持っている。それからアーマ、編集率を100桁まで暗記し、人工衛星の設計の仕事をしている。完璧なスフレも焼く。テイラーさんもいいな。チェスの腕前は近所でも有名。頭脳コンテストでは20勝以上、5回も優勝している。誰を選べばいい？一番頭がいいのは誰だ？アミールがチームメイトに選ぶべきは誰でしょうか？その理由はもちろん状況によります。知能はよく IQ と結びつけられがちですが、 IQ テストで個人の多種多様な能力は測りきれません。頭が良いの意味を細分化してみましょう。想像力、記憶力、学習能力などに分け、各能力が一番高い年齢を探ってみましょう。まず生後の数年間を見てみると、この時期脳は驚異的な速さで成長します。シナプス形成です。1秒間に何百もの新しい神経接続が形成されます。脳の発達によりシナプスは刈り込まれます。個人の経験と環境に基づいて使用された神経接続は強化され、未使用なものは淘汰されます。頻繁に使う神経経路は随小化、つまり経路が絶縁体の膜に包まれ、情報を素早く伝達できるようになり、効率の良い洗練された脳が形成されるのです。ただし脳のリモデリング、過疎化変化の時期は脳の領域や領域間で異なります。年齢により発達スキルが異なるのはこのためです。子供の時は言語の習得に関する脳領域が急成長します。多くの子供が複数の言語を習得できるのはこのためです。しかし前頭前野、すなわち認知制御や認知抑制を司る脳領域の発達は緩やかです。そのためチェスやチェッカーなどの戦略ゲームが苦手な子供もいます。集中力の持続や計画性、抽象的思考などが求められるからです。同時に発想は柔軟で探求ベースで物事を学びます。想像豊かなアプローチで答えを導き、失敗を恐れません。一方大人は大人ならではの能力が備わっています。十分に発達した前頭前野の恩恵を受け、学習、集中力、記憶力を要するスキルを発揮できるのです。パズルやクロスワードなどを効率よく解くことが可能です。老齢期にこのようなスキルが衰えるのは、海馬という記憶を司る脳の領域が萎縮するためです。しかし亀の甲より年の甲ということわざのように、長年の知識と経験を呼び起こして活用できる知恵が多く、雑学にはもってこいです。またアミール自身の強みも考慮してみましょう。思春期は幼児期よりも前頭前野の発達が急速です。論理パズルや推理パズルができるようになります。また脳内の奥深く、やる気や達成感に重要な役割を果たす領域の発達は顕著で、ティーンエイジャーは好奇心や冒険心から物事を学んでいきます。いろいろな意味でティーンは何でもやと言えるでしょう。新しい経験を求め素早く学習できるよう脳神経がつながっていくためです。ダイナミックなステージです。取捨した選択や重点を置いたスキル自体が脳の発達を促します。さて、一番頭がいいのは何歳でしょう？そう、答えは一つではないのです。8歳、16歳、25歳、65歳、あらゆる年齢で脳はその年齢に適したスキルを人生のその時々の課題や必要性に合うよう優先的に発達させるのです。アミールが年代の異なるメンバーとチームを組むことが秘策なのです。これらのビデオで学んでください。チャンネル登録で新たなことを学ぶチャンスを